はいどうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回も楽しい大学入試の実況プレイやっていこうと思います。実況プレイっていうのは僕が初見の問題を解きながらただ思ったり考えたりしたことを話していくっていうただそれだけのね内容なんですけど、やっぱりね大学入試って解くの楽しいですよね。だって勉強を通して集めてきた武器を使って入試問題っていう敵を倒していくっていうのはまさにゲームそのものじゃないですか。しかも僕自身がねどのように初見の問題に取り組んでいるのかっていうのを皆さんと共有できるのでまさに一石二鳥ですよね。そして今回プレイしていくのが2022年北海道大学の入試問題。北海道大学は旧帝国大学の一角であり非常にね両門が多いことで知られています。どうやら今年の北海道大学の数学のね問題が例年と比べて大幅に難化したらしいので、心してね敵を倒していこうと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。今回実況するのはこの問題。この不等式を満たす AB に対し関数 fx イコール、こういうものを考えると。絶対値付きの関数ですね。x が実数の範囲を動くとき fx は最小値 m を持つとする。なるほど。この絶対値付きの関数の最小値を考えたいっていうことですね。で、括弧1番が x 小なり0および x 大なり1では fx 大なり m となることを示せ。括弧2 m が f0 または m イコール f1 であることを示せ。で、括弧3がm の最大値を求めよう。なるほどね。とりあえずこの関数の最小値を考えようっていう話ですよね。絶対値付きの関数って言ったら外せばいいんですけど、これちょっと厄介ですね。2つ絶対値があって1つ目の絶対値を外す場合っていうのは x が0と1の場合の前後を考えて、2つ目の方は x イコール a と b の前後を考えるっていうことは、全部でだから4箇所で倍分けしなきゃいけないのか。これはめんどくさいのでちょっと工夫したいなっていうふうに思うんですけど、とりあえずねこの2つの関数x 括弧 x-1 の絶対値と x-a、x-b の絶対値の関数は、すぐ書けるわけですよね。二次関数があって x 括弧 x-1 がこういうグラフだから、その負の部分を折り返してあげればその絶対値が出てきますよと。これが01と、AB について同じことやればいいんですよね。A と B で x 軸と交わるこういう二次関数の負の部分を折り返したもの、これを合成したもの、足し合わせたものが fx になるんだなっていうことが分かりますよね。で、その最小値を m っていうふうに考えるわけだから、で、括弧1番っていうのが、x が0より小さい場合と1より大きい場合では、常に fx が m より大きいっていうことはここに最小値はないよっていうことを言えればいいわけですね。これはねこのグラフから明らかでしょう。x が0より小さいところと1より大きいところ、この外側ですよね。外側においては、第1項っていうのは、単調減少あるいは単調増加で、第2項についても単調減少あるいは単調増加なわけだから、少なくとも0より小さいまたは1より大きい範囲では、これ記述書くの難しいですね。x が0以下の場合では、単調減少ですよということで、この範囲では fx っていうのは絶対に f0 よりも大きいと、fx のここのね fx っていうのが f0 よりも大きいっていうことが言えて、同じように、x が1以上の場合は単調増加になるから fx が f1 よりも大きいか、fx が f1 よりも大きいっていうことが言えるので、これが示されるわけですね。こんな感じですかね。これちょっとね記述書くのが難しいですね。北海道大学今年のね問題はかなり難化したということなのでね、問題解くのが難しいのと記述を書くのが難しいっていうのがあると思うんですけど、この問題はねとりあえず記述今のところ書くの難しいですね。括弧2番が m イコール f0 または m イコール f1 であることを示せ。だから、最小値が存在するのがこの0と1のどっちかの部分ですよっていうことが言えればいいわけですよね。
だから括弧1番よりこの外側、青の部分の外側は考えなくていいということが分かったので、あとは青のね領域内を考えるんですけど、これもう一つね A と B っていうところがまたこの境目になると思うんですけど、A と B の範囲の中、内側に関してはこれは一発で除外できますね。っていうのも、この A と B のこの範囲について考えてあげると、第1項、この x×x-1 の絶対値に関して最小値がどこにあるのって言ったら、上に凸のグラフだから、この端のどっちかですよね。端のどっちかが最小で、この第2項に関しても当然 A か Bね、0になるのはここの2箇所だけだから、 A から B の範囲の中で最小になるのは FA の部分か FB の部分と、括弧1と同じような記述してあげればいいわけですよね。これちょっと難しいんですけど、A から X が B の範囲の時、この場合はグラフよりでいいのかな。グラフより FX っていうのは、FA または FB よりもちっちゃいよね。だから FX よりもFX の方が FA より大きい、または FX 大なり FB っていう風になるわけだから、最小値はこの範囲ないよっていうことが言えますよと。じゃああとは、残りの部分か、0から A または B から1の範囲だけ考えてあげればいいということが分かるわけですよね。絶対値を外したいわけだから、0から A、B から1の範囲では第1項っていうのは絶対に上に凸か。だからマイナス x 括弧 x-1。第2項に関しては下に凸なわけだから、これがそのまま外れるわけですね。足す x-a、x-b。そうすると、これはね、2乗の係数が消えますね。マイナス x2乗足す x2乗が消えて、プラス x とマイナス a マイナス b だから、1マイナス a マイナス bx プラス ab か。はい、無事。この関数だけ考えてあげればよくなったっていうことですね。X の一次関数なんで直線ですよね。もうこれはもう、括弧2番ゴールが見えましたね。1-a-b が正であろうが負であろうが、正だったらこういうグラフ、負であればこういうグラフ。この時点で、区間が決まってた時、最小値っていうのはその端の部分取るわけですよね。ここからここまでだったら端の部分、ね、ここの部分が最小だし、ここからここまでだったらこの端の部分が最小で、今範囲っていうのが0から A または B から1なわけだから、結局その端の0か1っていうのが最小値を取るっていうことが言えるというわけですね。今の説明をうまく言語化すれば答えが出る、ね、記述がちょっとややこしいですけど、こういうことでしょう。はい。では括弧3番ですね。 M の最大値だから最小値の最大値を求めよっていう問題だと思うんですが、M が F0 または M イコール F1 っていうことが分かったので、F0 っていうのがこの x イコール0を代入してあげるとこっちが消えるから、マイナス a かけマイナス b だから AB の絶対値かで AB の絶対値なんだけど A と B は0以上だよね。0以上だから絶対に正と。でまたは F1 っていうのが第1項が消えるわけだから 1-a と 1-b か。でこれもあれですね、絶対正ですよね。っていうのも A も B も1以下だから。ということで、AB1-a1-b のちっちゃい方、小さい方が M と。でその M の最大値ね、最大値を求めたいっていうのが今回の問題ですよっていう話。どうしようかな。そうですね、この不等式を満たしながら動くわけなんですけど、だいたい予想だと A と B がともに2分の1になるときに一番大きくなりそうだなっていう感じはするんですけどね。どうせ対象なので3分の1、3分の2とか4分の1、4分の3とか、そういうような数字になるはずなんだけど、その中で一番大きいのは2分の1、2分の1かなって予想はつくんですが、とりあえず、それを示していきましょう。喋りながら解くのってある意味では難しいですね。
とりあえず考えてみると 1-a-b っていうのが正の場合っていうのがこの F0 が最小値なのか。場合分けしますか。1-a-b が0以上の場合は m っていうのが ab になるわけで、だから結局 a と b が0小なりイコール a 小なりイコール b 小なりイコール1かつこの上の不等式を同時に満たすような AB について AB の最大値を求めていきたいっていうことですよね。これに関しては線形計画法が自然な考え方なのかな。この2つのね、不等式を満たす領域っていうのを考えていけばいいわけですよね。A と B があって、A が0以上で A が B が A 以上1以下ということで B が A 以上1以下で、さらにこの上の不等式より B っていうのは A-1 1-A 以下になるので、こういうことか1ね、ここは0ということで、この左側の不等式の範囲っていうのはここか、この中にあるよっていうことが分かって、この範囲の AB について M イコール AB こいつの最大値を考えていけばいいっていうことですよね。ここか、ここですね、AB イコール M っていうのはこういうグラフなわけで、この B イコール A の部分を軸にこう対象なわけですよね。対象で、これをAB イコール M っていうのをどんどん近づけていくことを考えた場合、ここでぶつかりますね。2分の1、2分の1か。ということで、この M イコール AB のマックスイコール4分の1、2分の 1×2 分の1で4分の1ということが分かりました。はい、じゃあこれが、1-a-b が0以上の場合で、じゃあ 1-a-b が0以下の場合っていうのは、同じようにね、0小なりイコール a 小なりイコール b 小なりイコール1の2つを満たしていて、 m っていうのは 1-a、1-b なわけだから、この最大値を求めたいんだけど、対称性をね、うまく利用したいですよね。どうせ2分の1、2分の1になるわけだから、だからこういうことか。この 1-a っていうのを a'、1-b っていうのを b' みたいに置いてあげると、うまくね、この形と同じ形を作ることができるんでしょうっていう感じですね。そうすると a っていうのが 1-a'、b っていうのが 1-b' になるので、これをここにそのまま代入してあげると、上の式っていうのが 1-1-a'ね、マイナス 1-b' の0以下っていう風になるので、結局 1-a' マイナス b' 大なりイコール0、この式と同じものが出てきて、下の式は0小なりイコール 1-a' 小なりイコール 1-b' 小なりイコール1ってなるので、これはマイナス1倍して1足してあげれば、0小なりイコール b' 小なりイコール a' 小なりイコール1という形ができて、このね2つの不等式から A'、B' の最小値を求めるっていうのは、まさにこっちでやったことと全く一緒だから、同じ議論より A' イコール B' イコール2分の1の時のマックスが4分の1っていう風に出るわけですよね。よって答え4分の1ということが分かるって感じですかね。じゃあとりあえず答えが合ってるか確認していきましょう。M イコール4分の1をということで、無事正解することができました。イエーイ。この問題はね、回答を出すだけじゃなくて記述するのがかなり難しいので、受験生だった方はね、手間取ったんじゃないかなと思います。こういう問題でちょっとね、解けなくなった場合には、もう容赦なく飛ばすこの気持ちっていうのもすごく大事なのかなっていうふうに思いますね。この問題を実際の本番で出された場合は、僕は一旦飛ばして別の問題から解くかなっていうふうに感じました。今後もね、面白い問題たくさん実況していこうと思いますので、ぜひね、この問題実況してほしいよっていうのあったらコメントで教えてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。